私の記憶が遡れる限り、母が私を憎んでいることは分かっていた。3歳の時、母は私に睡眠薬を飲ませた。5歳の時には代わりに農薬を使おうとした。でも私はなかなか消えない子供だった。7歳になる頃にはもう反抗する術を身につけていた。もし母が食べ物をくれなければテーブルをひっくり返して誰も食べられなくしてやった。もし母が私を地面に転がるほど殴りつけても、私は彼女の愛する息子に同じことをし、あざだらけで泣き叫ばせた。そうして私たちは、私が12歳になるまで戦い続けていた。すべてが変わったのは、一番下の妹が生まれた時だ。私はおむつを替えようと不器用に手伝っていたが、母は突然私を壁に押し付けた。彼女の目には嫌悪と恐怖が混じっていた。私の娘に何をしようとしたの？やっぱりそうなんだ。あの怪物のような父親にそっくりだ。どうしてあの男と一緒に死んでくれなかったの？痛む頭を押さえながら。私は初めて反抗しなかった。彼女の言う通りなのだと思った。私の存在は間違いだった。私は生きるべきではなかったのだ。第一章。おばあちゃんの家にたどり着いた時には、もう夜になっていた。おばあちゃんは私の惨状を見ても驚かなかった。いつものように救急箱を取り出して傷の手当てをし、簡単なカルボナーラを作ってくれた。普段なら食べながら明日こそ仕返ししてやると罵る私だった。だが今回は、ただ料理を眺めながら静かに尋ねた。おばあちゃん、私、本当はパパの子供じゃないんだよね。彼女は答えなかったが、一瞬よぎった彼女の目に浮かんだ拒絶と嫌悪が、私に必要なすべてを物語っていた。彼女は突然立ち上がり、救急箱が置いてあったテーブルのあたりを何度も何度も拭き始めた。その時、私は悟った。私の血は、彼ら全員が距離を置きたいものなのだ。私はレイプ犯の息子だ。道理で母は私を憎むわけだ。喉の奥に嫌悪感がこみ上げてきた。私は外に飛び出し、柵にもたれて吐き気をこらえた。夜の冷気が顔の擦り傷に染みた。以前は母に殴られるたびに私は自分に言い聞かせた。彼女が私に与えた傷一つ一つ、借りは必ず返させる、と。いつか全部返させるんだ、と。でも今、彼女の目をまっすぐ見ることすらできない気がした。おばあちゃんの家には泊まらなかった。彼女も追いかけては来なかった。代わりに私は行くあてもなく街を方向を追った。その時、レストランの外で一軒の家族を見かけた。誰かの誕生日を祝い、笑い合っていた。真ん中の女性は多分母親だろう。とても幸せそうで、私は思わず一歩後ずさった。去年、母の誕生日の時、彼女もこんな笑顔を見せていた私を見る前までは、私が入っていくのを見た瞬間、彼女の笑顔は消え、完全な嫌悪感にとって変わられた。あの頃、学校で私の母というテーマの作文があった。私は、母は冷酷な悪役だ、と書いた。先生は私を職員室に引っ張り込み、丸1時間説教した。ほとんど頭に入らなかった。ただ覚えているのは、先生がこの世界に、我が子を愛さなくなる母親はいないのよと言ったことだ。私は彼女を信じた。資源ゴミ集めで貯めたお金で、母の誕生日ケーキを買った。ただ、弟のキャスパー・ウィリスに彼女がしているような抱擁が欲しかっただけなんだ。でも彼女の冷たい表情は、心を刺すナイフのようだった。私はケーキを手に持ったまま立っている自分が愚か者に思えた。怒りが私を圧倒した。誰も見ていない隙に庭に出てカエルを3匹捕まえ、ケーキの中に隠した。彼女がカエルが飛び出した時に上げた悲鳴は今でも覚えている。
あの時は歪んだ達成感を感じた。彼女は母親になる資格がない。彼女は自業自得だ、と思った。でも今、真実を知った。資格がなかったのは私の方だった。私の存在そのものが彼女を傷つけていたのだ。レストランの窓越しに、あの母親の笑顔を見つめながら、私は決心した。今年の母の誕生日、私は彼女が心から喜び、彼女を完全に解放する贈り物をしよう。私は死ぬことにした。第2章。その思いが心に根を下ろすと足取りが軽くなった。誰にも迷惑をかけずにどうやるか計画さえ立て始めた。散らかさない方法でやらなければ。だが計画を実行する前に巡回中の警官に発見され家まで連れ戻された。母がドアを開けた。ドアが閉まる音とともに私は彼女の目を見ることすらできず床を見つめた。彼女の冷たい声が空気を切り裂いた。なぜ外で死んでこなかったの？私は言い返しそうになったが、言葉が口から出る前に飲み込んだ。それでも彼女の背中を見つめながら聞かずにはいられなかった。もし私が本当に死んだらどうする？少しは悲しむだろうか？やる勇気があるならさっさとやりなさい。祝ってあげるわよ。彼女はきっぱりと低米の部屋に入り、ドアを閉めた。私はリビングに立ち尽くした。長い間、顔を拭い、虚しい笑いを漏らした。母はきっと私が用意した誕生日プレゼントを気に入るだろう。私と一緒に資源ゴミを集めていたのはサミュエル・ハドソンという孤児だった。彼はあちこちの家庭を転々としながら育ち、誰も見つけられないところから金を探し出す方法をいつも知っていた。放課後、私は彼にアイスキャンディーをおごった。縁石に並んで座り、声を潜めて聞いた。どうやれば事故に見えるように死ねるか。サミュエルは私に2つ頭が生えたかのように見つめた。それから、かじりかけのアイスキャンディーを私の手に押し付け、俺から離れろ。不法なことはしないと言った。私は瞬きし、2本のアイスキャンディーを握りしめた。不法？何の話だ？真面目なんだ。人がどうやったら事故で死ねるか？できれば痛くない方がいいけど。怖がるかもしれないから。彼は鋭く息を吸い込み、逃げ出そうとした。私はアイスキャンディーを落とし、彼が逃げる前に捕まえた。俺のごちそうを食べただろ。嫌でも手伝えよ。サミュエルは諦め、歩道にどっかり座り込み、惨めそうな顔をした。なあ、お前には親がいるだろ。なんで死のうとするんだ？確かによく殴られるけどかといって餓死にさせられるほどでもない。腕を見てみろよ。俺よりずっとしっかりしてる。言葉が喉に詰まった。彼らが完全な悪でも完全な善でもないからこそ、こんなに苦しいのだ、と伝えたかった。私がどうやって生まれたかを知った今、自分が感じてきた怒りや恨みさえ正当化できなくなった。こんな風に生き続けるのは無理だと思った。でもそれを口にすれば、母にもっと迷惑をかけるだけだから、私はしわがれた声で言った。とにかく答えてくれ。手伝うか、そうでないか？彼は泣きわめいた。お前、母親を殺そうとしてるんだろ。俺がそんなのに関わるわけないだろ。私は凍りつき、混乱して彼を見つめた。そんなこと言ったっけ？説明する間もなく耳をつんざくような叫び声が響いた。悪い奴がママを傷つけようとしてる。私の頭は停止した。ゆっくりと音のした方へ振り返った。弟のキャスパーだった。彼は泣き叫びながら走り出し、早すぎて靴を片方落とした。その夜、家の中に叩く音が延々と響き渡った。母はほうきを振り回し、まるで私が最大の敵であるかのように。
彼女の目は怒りで赤くなっていた。でも私はもう一つのものも見た彼女の目尻に浮かぶ涙を。以前も見たことがあった。あの時は彼女が演技をしていると思い、私は彼女に突進し、大人になったら絶対に全部返す、と誓ったものだ。でもその夜、私は冷たいとこの上で丸くなり、動かなかった。やがて、ほうきが彼女の手をすり抜け、鈍い音を立てて床に落ちた。母は振り返らなかった。ただ、よろめきながら自分の部屋に入っていった。長い時間が経ってから私はようやく体を起こした。彼女の部屋のドアの向こうから押し殺したようなおえつが聞こえてきた。必死にこらえているからこそ漏れてしまうあの種類の泣き声だ。そのおえつが私の心を刃物で切りつけるようだった。顔がヒリヒリと痛み、私はまたタイルの上に倒れ込んだ。腕で目を覆ったが、感じたのは湿り気だけだった。涙じゃない。埃まみれの血だ。私と同じように、それは汚れていた。彼女が19歳の時も、同じように泣いていたよ。私ははっとして顔を上げた。おばあちゃんが戸口に立ち、霞んだ目は私と、彼女が手放せない記憶のどこかの間を漂っていた。あの夜、彼女は破れた服とあざだらけで帰ってきた。声を上げては泣かなかった。ただ唇を噛み、血が出るまで噛みしめていただけだ。私の心は沈んだ。彼女はお前を下ろそうとしたが、体が弱かった。お前が生まれた後、私自身がお前を捨てた。でも次の朝、警察がお前を抱えてやってきて、遺棄は犯罪だ、巡回すると言った。私の人生は不条理な冗談だった。誰も私の誕生を望まなかったのに、私浜田ここにいる。おばあちゃんはいつものように私の傷の手当てをした。彼女は疲れて見えたが、ブツブツと喋り続けた。彼女を責めないでくれ。彼女はずっと苦しんできたんだ。私はうつむいて笑った。おばあちゃん、もう彼女を責めてないよ。もう母を憎んではいない。でも彼女は私が消えてほしいと願うほどまだ私を憎んでいる。枕で私の顔を押さえつけた夜、彼女は私が起きていることに気づかなかった。彼女の手は震えていたが、私は暴れなかった。ただ目を閉じて待っていた。第3章。肺が焼けるような感じがしたとき、誰かがとてつもない力で母を私から引き剥がした。おばあちゃんの声はかすれ、震えていた。気は確かか？またあいつのために人生を棒に振る気か？そんな価値はない。一度で十分だったのに。母は彼女の腕の中に崩れ落ち、壊れたようなおえつを漏らした。ママ、もう耐えられない。もし彼があの父親と同じような怪物になったらどうするの？おばあちゃんは彼女をしっかり抱きしめたが、目は私の方に向いていた。一瞬、彼女が私の目が半開きなのに気づいたのかと思ったが、彼女はただ静かに囁いた。もう寝よう。母の泣き声が遠ざかっていった。私はそこに横たわり、息を切らしながら、それから布団を顔までかぶり、横向きになった。夜明けが始まるまで、どれくらい時間が経ったのかわからなかった。その時、おばあちゃんが大きなホーローカップを抱えて部屋に入ってきた。湯気の立つキノコのスープが入っていた。朝一番にキノコスープを飲むのは奇妙だったが、彼女はただカップを私のナイトテーブルに置き、深いシワの刻まれた顔と同じくらい穏やかな声で言った。飲みなさい。彼女の意味を理解した。言いたくなった。そんなに急ぐことか。もう数日待っていれば誰にも気づかれずに死ねたのに。今私が死ねば彼らはもっとずっと面倒なことになる。私は何も言わずカップを手に取った。熱さが手に染みた。頭をそらし一滴残らず飲み干した。奇妙な苦みが舌から胸の奥まで広がっていった。
空になったカップをナイトテーブルに戻し、もう一度横になり、布団をかぶり、終わりが来るのを待った。おばあちゃんは空のカップを拾った。彼女は数秒間そこに立ち、何も言わずに出て行った。効果は早かった。痛みが胃をひねり、それから全身に広がる冷たさが、歯がガチガチなるまでになった。視界がぼやけ、音が遠のいていった。おばあちゃんが行き来する足音が聞こえた。電話をしているようで、それから救急車のけたたましいサイレン、慌ただしい声、眩しい光。病院の白いランプの下で、チューブを喉に押し込まれ、胃洗浄を受けた。胸が引き裂かれるほど吐き気を催し、涙と鼻水が顔中にまみれた。若い医師が私を一別し、それから青ざめたおばあちゃんの顔を見て、深く眉を潜めた。どうしたんですか？何か問題でも？彼は声を潜め、疑念を込めて尋ねた。残された最後の力で、私は彼の袖を掴んだ。声はかすれ、ほとんど聞こえなかった。私が薬を飲んだんです。彼は凍りついた。複雑な何かを背負った目が私に向けられた。私は手を離し、ベッドに倒れ込み、天井を見つめた。死ににくいのもまた、一種の呪いかもしれない。死ぬことさえ、私には届かないことなのだ。おばあちゃんはベッドのそばに立ち、背を丸め、白髪が頬に触れていた。目を閉じる前に、彼女の方を一筋の涙が伝い、床に落ちるのを見たような気がした。退院後、家は凍りついた墓場のようだった。壁はまだ白く、家具はまだ整頓されていたが、家の中の誰もが、生命力を吸い取られたかのように疲れ果てていた。私はこれまで以上に従順になった。静かに食べ、静かに学校に通い、静かに働いた。私は自分自身を無言の影と化し、場所を取らないよう努めた。キャスパーをしつけさえ始めた。いい子にしなよ。ママを怒らせちゃダメだと、珍しく冷静に彼の口元のパンくずを吹きながら言った。彼は私を見上げ、混乱していたが、目には少し頼りがいを感じているようだった。赤ん坊の妹、ジャネット・ウィリスについては、母は私を泥棒のように警戒していた。それでも私は、人々が奇跡が起きると主張する教会に宙に、こっそり行く方法を見つけた。ポケットには数ドルしかなかったが、それをすべて使い、お守りを買った。ジャネットが昼寝をしている午後、母が台所でぼんやりしている隙に、私は幽霊のように忍び込み、お守りをジャネットの毛布の隅にそっと押し込んだ。彼女が安全に育ちますように。それから私は去ることに決めた。私は臆病者だ。死ねないなら消えるしかない。別れの言葉も必要なかった。うだるような暑さの夏の午後だった。太陽が容赦なく照りつけ、めまいがした。私はため池の脇の埃っぽい道をあてもなく歩いていた。その時、鋭く慌てた悲鳴が響き渡った。コナー。振り返ると、キャスパーが足を滑らせ、深く濁った水の中に落ちていくのが見えた。